皆さんこんにちは。日本語教師のとしきです。今日は日本の郵便局についての会話を聞きます。ポストカードを書くとき、切手を買うとき、スタッフに聞くときの会話です。旅行で役立つ日本語を勉強しましょう。今日の大切な表現は3つです。何々したいです。何々をください。何々がありますか？この3つがリスニングで何度も出てきます。旅行中のどんな場面で使えるか考えながら聞いてください。自分の希望を言うとき、必要なものをお願いするとき、必要なものがあるか聞くとき、そんな場面で役立つフレーズを練習します。それではリスニングに挑戦しましょゆい、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、どうしたの？日本から家族にポストカードを送りたい。いいね。日本のポストカードはいい思い出になるよ。でも、どこへ行けばいい？郵便局へ行くのがわかりやすいよ。郵便局か。日本語でどう言えばいいかな。郵便局では、まず、海外へ送りたいです、かな？海外へ送りたいです。うん。その後、送り先の国を聞かれると思う。切手も必要だよね。そうだね。海外へ送るときは、送る国で切手が変わることがあるよ。そっか。じゃあスタッフに聞いた方が安心だね。うん。切手は窓口で買えるよ。その時は、なんて言うの？切手をくださいって大丈夫。切手をください。今日は家族に送りたい。いいね。初めての時はゆっくりで大丈夫だよ。ポストカードには何を書けばいい？相手の名前、住所、国名を書くよ。国名も必要なんだね。うん。海外へ送るから国名は大切だよ。自分の住所も書いた方がいい？書いた方がいいね。わからない時はスタッフに聞こう。日本語で住所を書くのは難しそう。住所は英語で書いていいよ。国名はわかりやすく書こう。うん。まず、ポストカードを買いたい。駅の近くの文房具店で買えるよ。文房具店？ペンやノートを売っている店だよ。なるほど。家族に送るなら日本らしいカードがいいな。それはいいね。季節の絵や街の絵も人気だよ。ゆい、手伝ってくれる？もちろん。一緒に行こう。いらっしゃいませ。すみません。ポストカードはありますか？はい。こちらにございます。わあ、たくさんあるね。どんなデザインがいい？日本らしいカードがいいな。この富士山のカードはどう？綺麗だね。家族が喜びそう。こっちには街の風景のカードもあるよ。迷うな。家族が好きそうなカードを選ぶといいよ。じゃあ、この富士山のカードにする。すみません。はい。このポストカードをください。ありがとうございます。1枚でよろしいですか？はい、1枚ください。袋はご利用ですか？小さい袋をください。かしこまりました。レオン、ペンは持っている？持っていない。ペンも必要だね。この黒いペンがおすすめだよ。じゃあ、このペンもください。ありがとうございます。合計で300円です。
カードでお願いします。かしこまりました。こちらにタッチしてください。はい。お支払いできました。ありがとうございました。買えた。上手だったよ。くださいは便利だね。店で物をお願いするときによく使うよ。ポストカードをください。ペンをください。小さい袋をください。そう。短くて使いやすいね。次は郵便局へ行きたい。行こう。その前にカフェでカードを書こうか。うん。何を書こうかな。絵はがきは右半分に住所と名前を書くよ。右半分だね。左半分にメッセージを書くよ。日本語で書きたい。いいね。短い文なら大丈夫。日本は楽しいです。でいい？伝わるよ。気持ちを少し入れるなら、日本で毎日楽しく勉強しています。もういいね。少し長いね。じゃあ、簡単にしよう。日本はとても楽しいです。と書きたい。いいね。短くて読みやすいよ。住所はここに書くんだね。そう。相手の名前を書くよ。母の名前を書く。次に、住所を書いてね。住所は英語で書く？住所は英語で書いていいよ。最後に、国名を大文字で書こう。国名は大文字で書くんだね。わかりやすく書く方が安心だよ。わかった。最後の行に書くね。いいね。自分の名前も書きたい。メッセージの最後に書けるよ。日本語で、レオンよりと書く？それもいいね。よし、できた。綺麗に書けているよ。でも、切手がないね。じゃあ、郵便局で買おう。その時に、出し方も聞いてみよう。出し方？ポストに入れるのか、窓口で出すのか、聞くと安心だよ。なるほど。日本の郵便局で話すのは少し緊張する。ゆっくり話せば大丈夫。海外へ送りたいです。切手をください。うん。ここが郵便局？赤いマークが目印だよ。中に入ろうか？行こう。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。すみません。このポストカードを海外へ送りたいです。はい。送り先の国はどちらですか？アメリカです。かしこまりました。宛先を確認しますね。お願いします。お名前と住所は書いてありますね。国名もわかりやすいです。よかった。こちらの切手が必要です。その切手をください。はい。1枚でよろしいですか？はい、1枚ください。切手はこちらに貼ってください。ここですか？はい。右上にお願いします。わかりました。レオン、ゆっくりで大丈夫だよ。ありがとう。切手を貼りました。ありがとうございます。このままお預かりできます。よろしくお願いします。受けたまらりました。到着日は国や場所によって変わります。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。できた。よかったね。
スタッフの日本語も聞きやすかった。郵便局では短くて丁寧な文が多いよ。お預かりしますは何？スタッフが受け取りますという時の丁寧な言い方だよ。なるほど。旅行中もよく聞く言葉だね。そうだね。荷物や書類の場面でも聞くことがあるよ。ゆい、実は友達にも送りたい。いいね。今からもう一枚送る？うん。でも、時間は大丈夫？大丈夫。ありがとう。さっきの店に戻る？多分戻らなくて大丈夫だよ。郵便局にカードが置いてあることもあるよ。そうなんだ。じゃあ、スタッフに聞こう。すみません。はい。ポストカードはありますか？はい。こちらにございます。ありがとうございます。このカードをください。はい。こちらでよろしいですか？はい。友達に送りたいです。海外へ送りますか？はい。海外へ送りたいです。では、切手も必要ですね。切手もください。かしこまりました。レオン、さっきよりスムーズだね。少し慣れた。同じ文を使えるから安心だね。そう。便利な表現を覚えると、いろんな場所で使えるね。友達にポストカードを書くよ。ここに机があるよ。友達にも日本語でメッセージを書きたい。いいね。日本で楽しく勉強しているよと書くよ。いいね。住所を書いて国名も書く。うん。大切なところは読みやすく書こう。切手は右上に貼る。その通り。よし、できた。これもお願いします。はい。お預かりします。ありがとうございます。ありがとうございました。2枚目も出せたね。うん。日本語でできて嬉しい。レオン、外のポストも見てみる？見たい。日本のポストは赤いことが多いよ。ほんとだ。赤くてわかりやすい。街の中や駅の近くで見ることがあるよ。ポストに入れるとき、何を確認する？切手、住所、国名を確認しよう。切手、住所、国名。海外へ送るときは国名が特に大切だよ。もし切手がわからないときは？郵便局で聞くのが一番安心だよ。この切手で大丈夫ですか？で聞ける？来てるよ。郵便局では海外へ送りたいですって十分伝わるね。わかった。知っている言葉だけで伝わるんだね。そう。大切な言葉を短く言えばいいよ。送りたいですは、窓口で使いやすいね。したいことを丁寧に言えるよ。くださいは、店でも郵便局でも使えるね。必要なものをお願いするときに便利だよ。ありますか？もうすぐ使えそう。物を探すときに使いやすいよ。ポストカードはありますか？そう。切手はありますか？も使えるね。今日は本当に勉強になった。よかった。家族と友達に届くのが楽しみだね。うん。日本から手紙を送るのは特別な感じがする。スマホのメッセージも便利だけど、カードは形に残るね。次はおばあちゃんにも送りたい。いいね。その時も今日の日本語を使えるよ。それでは確認問題に挑戦しましょう。第1問です。
日本から家族にポストカードを送りたいですの意味はどれですか？正解は A です。何々したいですは自分の希望を言う表現です。動詞のます形からますを取ってたいですをつけます。送りますは送りたいですになります。旅行中にしたいことをスタッフや友達に伝えるときによく使います。第2問です。郵便局で切手が必要です。一番自然な言い方はどれですか？正解は A です。何々をくださいは必要なものをお願いする表現です。名詞にをくださいをつけます。ポスターカードをくださいやペンをくださいのように使えます。店や郵便局でとても便利なフレーズです。第3問です。郵便局でポストカードを探しています。一番自然な言い方はどれですか？正解は A です。何々がありますかは物や場所があるか聞く表現です。名詞にはありますかをつけます。切手はありますかやペンはありますかのように使えます。店や郵便局で必要なものを探すときに便利です。今日の会話では日本の郵便局でポストカードを送る練習をしました。大切な表現は何々したいです。何々をください。何々がありますかでした。まず自分の希望を言うときは送りたいですと言えます。また必要なものをお願いするときは切手をくださいと言えます。そして必要なものを探すときはありますかと聞けます。コメント欄で今回の学習表現を使ってください。例えば日本から友達にポストカードを送りたいですと書いてみましょう。皆さんの感想も楽しみにしています。この動画が役に立ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。